こんにちは。元82キロのアラフォーダイエット主婦の猫倉理恵と申します。この映像は今から3年前、私が38歳の時、大の運動嫌いの私が自分を変えるためにタクトレを始めたばかりの頃の様子です。当時は将来こうして公開するとは思っておらず、あくまで自分の記録用に古いスマホで撮影しました。そのため画質がとても悪いです。見づらくて申し訳ありません。私がどのくらい運動が嫌いだったかというと、小学校低学年の頃にはすでに体育の授業をサボるために仮病ばかり使ってしまい、大学病院に検査に行くよう学校から親に連絡が行って、嘘が全部バレたくらい嫌いです。それから38歳まで一生をかけて運動から逃げ続けていましたが、40歳を目前にして人生最後のダイエットのため、これまでの怠惰な自分を変えたくて、タクトレを習慣にしようと決意しました。当時の体重は82キロ、身長は164センチです。それが1年後にはこうなりました。私がダイエットのために着手したのは、もちろんタクトレだけではありません。食事の改善も同時に取り組みました。実はこのダイエットの前、36歳の時に運動だけで痩せようと2ヶ月間毎日のようにビリーズブートキャンプを頑張りました。でも1ミリも痩せなかった。むしろたくさん動いたことでお腹が空いてもりもり食べて太ったほどです。その苦い経験があったので、今回はしっかりと食事の見直しも並行しました。1年で24キロ痩せることができたのは、運動と食事も含めて生活習慣そのものを見直したからこそ。そう聞くと面倒で大変そうですが、初めて挫折せずにダイエットに成功したのも事実です。そんな中でも今回は運動について動画にしました。生粋の運動嫌い、何事も三日坊主でやめてばかりの挫折のプロである私が、どうやって運動を習慣化できたのか。その中でも一番最初にどんな運動から始めたのかをご紹介したいと思います。運動したくても続かない。何を始めても三日坊主になってしまう。そんな自分をダメなやつだと責めてばかりいた、あの頃の私のような人に、これなら私にもできるかも、と思ってもらえたら嬉しいです。もしこの動画をご覧いただき、ダイエット方法を早く全部知りたいと思ってくださる方は、食事のことも運動のことも実際に食べているレシピも、ダイエット記録をすべてまとめた書籍を角川より出版しています。概要欄からチェックしてみていただけたら嬉しいです。それではまず、私が82キロの頃、最初に始めたトレーニングからご紹介します。最初に私が始めてみたトレーニングはプランクでした。これを選んだ理由はただ一つ、膝に来なさそう。82キロを支える膝の死活問題として、とにかく無茶はできない。この頃は寝て起きたらもう膝が痛くて、私立って寝てたと錯覚するほどに膝が悲鳴を上げる毎日でした。そのためまずは膝に負担のこなさそうな運動を調べて、プランクに挑戦してみることに。この映像では YouTube を見ながらやっていますが、最初は無料のアプリを使って始めました。30日間プランクチャレンジという名前のアプリで、初級、中級、上級を選べて、それぞれのレベルに合わせた30日間のプランクメニューが組まれます。初級だと最初はほんの10から20秒ほどのスタート。そこから日を追うごとにだんだん時間が伸びて、30日目には1分以上のプランクが課せられます。でもその頃には1分はまだきつくても、最初の頃にきつくて仕方がなかった30秒くらいは余裕でできるようになっているんです。私はこれを忍者の修行形式と呼んでいます。私もかつてそうでしたが、運動嫌いで運動音痴な人ほど運動イコールきついことをやるものと思っているので、最初からどぎつい内容にチャレンジしては1日で挫折するか、すぐに膝や股関節をぶっ壊して離脱しがち。どうせやるならカロリー消費を稼ぎたい、すぐに効果があるものをやりたいという気持ちを抑えて、まずは挫折せずに長く続けられることを選ぶのを第一優先にしました。その当時の私と冷静に向き合って、全然やる気がなくてもできることを考えたら、2、3分の運動なら毎日できる。5分は怪しい。10分は無理。心臓がバクバクする系も無理だな。静かにやるのならできると判断して、まずはたった数分のプランクから始めました。ここで大事なのは、
やる気がなくてもギリギリできることを選ぶということです。やる気は最初がピークです。やる気がピークの自分を基準に考えるから、やる気の低下とともに離脱してしまうのは当然です。最初はとにかく効果や効率より、やる気がない時でも毎日でも続けられることを選んでスタートしたおかげで、運動嫌いの私でもタクトレが習慣化したのです。まず最初は心が折れないくらい小さなことから始めて繰り返す。結果は続けたその先に勝手についてきます。これが挫折のプロの戦い方です。絶対にプランクから始めるのがおすすめということではなく、自分に合っていて、これならやる気がない日もやれると思えるものを選んでみることをおすすめします。ちなみにこの動画はプランクをやり始めて2ヶ月くらいは経っていますが、今見るとフォームが全然なってません。3年経った現在はこちらです。どちらも1倍速です。筋トレはフォームがとても大事です。プランクも正しいフォームじゃないと腰や肩に負担がかかり痛めてしまうので、もしこれからプランクに挑戦してみようという方は、ぜひ鏡の前で行ったり動画に撮ってみたりして自分のフォームをチェックしてください。私のチャンネルでも初心者向けにプランクのコツを解説した3分プランク動画を公開しています。ぜひチャレンジしてみてください。プランクに関しての私のインスタグラムの記事も概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。もちろん紹介したアプリ以外にも似たようなアプリはたくさんあるので、お好みのものが見つかりますように。今後は食事の見直し方法や実際の食事内容なども動画にしていこうと思っています。今回の動画でご興味を持っていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。ダイエットの詳細を各 SNS でも毎日発信していますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。猫倉理恵でした。